みんなしないのこれ。しないのこれ。なんか、スバルの小学校はマジでやばすぎて、1日5ページ日記を書かなきゃいけないっていうなんか縛りがあって5ページやばくない？今思うと狂気的だなって思うんだけど、毎日1日5ページ日記を書かせられんの。やばいでしょ？ 5 ページ書かないといけないんだよ、毎日。で、出さなかったらめっちゃ怒られんの。だから家に帰って5ページ今日あったことを書く。いや、書くことないよね、マジで。夏休みとかやばかったよ。もうみんなノートみたいにして日記提出してたから。いや、これはね、本当に持っていなくて、スバルの小学校は、マジでやばかったから、そういうね、1日5ページ日記を書かされていました。文豪を育てる学校だったのかな。いや、あとね、その学校特有の文字みたいなのもあって、なんか普通のね、まずね、ひらがなと違うんだよね、ちょっと。習うひらがなが最初に。で、あと、夏休みは、みんなさ、自由研究ってするじゃん。自由研究ってなんかね、スバル、中学に入って初めて知ったんだけど、貯金箱とか作るだけでもいいらしいみたいな。でも、スバルの小学校は、自由研究っていうのはもう、その、家の家族総出でやる大変な研究なの。本当の研究をしなきゃいけないの。まず夏休みに入ったらみんな、すっごいでっかい、なんかノートを買いに行くの。で、そのノート、全ページを使って、例えば、なんかその、お花屋さんの一日だったら、お花屋さんに自分でインタビューしに行って、その一日をちゃんと研究して、それを、まずノートに鉛筆で下書きして、で、まとめて、それをまた、ペンで清書する。っていうのを、やらないと認めてもらえないの。で、これを出すと、その中で、賞が決まるの。金賞、銀賞みたいな感じで。だから、もう、家族総出でそれをやるわけ。もう、その、すさまじい、うわ、夏といえば、うわ、またこれだよっていう、そんな感じだったの。だから中学に入って、自由研究貯金箱作ったよみたいなの聞いて、みたいな、貯金箱とか作るだけでいいのみたいな、だけとか言うとあれだけど、貯金箱作ることも素晴らしいんだけど、インタビューとかしに行かなくていいのみたいな。スバルも貯金箱作りたかった、みたいな。っていう、なんかその、もうなんかすごかったんだよ。で、日記も、その、毎日書かなきゃいけないし、あと、読書感想文も、賞に入らないといけないから、もうさ、なんだろう、スバルの家とかだと、読書感想文用の家庭教師がつくんだよね。で、家庭教師の人と一緒になぜか読書感想文をその人の家で書くみたいな。っていう、なんかその、なんかすごかったんだよ。激ヤバ。小学校時代。最も帰りたくない時代。もう、最も、いや、間違いなくあそこで、なんかついた力はあるだろうが、最も自由がなく、最も、帰りたくない時代、小学校時代。で、体育とかもさ、飛び箱をやるんだけど、マジ笛の音とともにみんな飛ぶんだけど、飛べなくて泣いてたら、邪魔だからどけーって言われて、みたいな。だから、死ぬ気で飛び箱飛ばなきゃいけないみたいな。そこでね、スバルのこの、自由マインドは育ったんだよね。その反動でこうなっちゃった。イエーイ、あの頃の先生見てるうん、その反動で自由を求めるようになっちゃった。それ壁の中の時代。まあ、壁の中ではあったかも。まあでも間違いなくね、その時のおかげで、スバルだから、人見知りという概念を知らない。だって、本当に、いろんなところに授業中に体当たり電話とかするわけよ。じゃあ今日はこのことに調べましょう。それぞれで電話かけて調べてきてください。1時間後にここに集合します。みたいな。だから、小学校の時からもうガンガン電話かけて、お店とかに。で、ちょっと今お時間ありますでしょうかみたいな感じで電話のかけ方から全部学んでいくみたいな。みんなしないのこれ。しないのこれ。
あ、そうなんだ。なんかそういう感じのとこだったから、まあ人見知りをしている場合ではなかったよね。あ、授業で電話かけないんだ。へえ。そう、でも、なんかそれも、ちゃんと、お店の迷惑になっちゃいけないからって言って、そのテンプレ文みたいなのまず覚えるの。〇〇小学校の〇〇というものなんですけれども、その〇〇ということについて今調べていてお話伺いたいんですけど、今お時間よろしいでしょうかっていうまずテンプレを覚えて、で、断られたらもう、電話切るみたいな。っていうのを、まあ、小学校ぐらいからずっとやってたの。コールセンターかな。懐かしいなという気持ちになる。まあでも、戻りたくないけどね。配信最高！やっぱ配信だわ。配信しか勝たん、普通に。やっぱ配信だよね。やっぱ金曜アニメ見て土日は配信。で、月曜休んで配信。やっぱこれだわ。